こんにちは、レバレンズサトシです。今日もよろしくお願いいたします。まずお知らせです。6月の21日、夜7時から夏至の瞑想会をさせていただきます。オンラインなんですけれども、その中でワークショップをさせていただくんですけれども、夏至っていうのは太陽が一番高くありまして、1年で一番お昼の時間が長いんですね。で、その特別な時なんですけれども、なぜ特別かっていうのを私がね思っているのは、実は私たちって頭頂部っていうのがねちっちゃい時っていうのは開いているらしいんですよ。そして頭の中に消化体っていうのがありまして、で消化体っていうのは実は視覚的に光を感じる、視覚的なものを見るっていう要素があるらしいんですね。で、目から私たちっていうのは視覚的にものを見るっていう風になってるんですけども、消化体っていうのは実は視覚的に何か目をつぶってても見るっていう能力があるらしいんです。で、これは透視能力っていうのにも関係するんですけれども、これが小さい頃っていうのは頭の上がね骨が開いてるらしいんですね。で、大人になっていくにつれ6歳7歳ぐらいからこの頭頂部の穴がね閉じていくんですね。で、だからここ穴が開いてる時っていうのは実は透視能力が高いと言われているんですよ。だから小さい子供っていうのは実は神の子っていうふうに言われていて、いろんなものを見る、目に見えないものを見るっていう能力が高いっていうふうに言われてるわけですよ。で、この夏至の時には実は光、宇宙からのエネルギー、太陽のエネルギーっていうのはとっても高いので、頭頂部がねすごくいつもより開くんじゃないかなと思ってるんですよ。ですのでね、この時に瞑想しますと、いろんなもの、自分の前世とかいろんなものがね見えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、この日に皆さんと一緒に瞑想することでいろんな気づきが出てくるんじゃないかと思いますので、ぜひ6月21日夏至の瞑想会ご参加していただければと思います。申し込みは備考欄に書きますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、それでは本題の本編の方に移らせていただきます。はい。前回に引き続きジョン・デ・ソーザさんのお話をちょっとだけさせていただこうと思っております。日本に帰ってきてからジョン・デ・ソーザさんにアリゾナでお会いして一緒に写真撮らせていただいて、ちょっとお話をねお聞きしたんですけれども、あれからちょっと興味がありまして、日本に帰ってきてから彼のケース、彼は元 FBI 特別捜査官でしたので、彼のケース、彼の経験したことっていうのがテレビ番組の X ファイルっていう番組になってったんですね。で、彼のね本がいろいろと日本語で訳されていますので、僕もね興味があったのでいろんな本読ませていただいたんですね。で、その中でとても興味深かったのは、彼は実は UFO とか宇宙人とかにとっても興味あるらしいんですね。で、彼がUFO に対しての興味が深かったっていうのは、実は彼が小さい頃にアブダクション、拉致されたっていう経験があるかららしいんですよ。で、その中でも僕がね最近の事象と重なって面白い、興味深いなと思ったのはチャット GPT についてなんですね。で、チャット GPT っていうのはAI と言いまして、コンピューター、すごく賢いコンピューターで、なんか質問を投げかけると答えがすぐ返ってきて、あたかも人間のように答えてくれる、とっても知能が高いコンピューターっていうふうに言われているんですね。例えばいろんな情報を入れますと、それに合った絵を描いてくれたりとか、音楽を作曲してくれたりとか、いろんなことをしてくれるんですね。で、これもまた僕シリコンバレー昔働いてましたので興味があったので、どこの会社なんだろうっていうふうにね調べてみたんですけども、なんかその会社がですね、住所に行った人が同じように興味があって調べてみたら、
ビルはあるんだけれども実体がない、働いてる人がいない。で結局誰が開発したのかっていうのは結局分かってない。はっきりと分かってない。出資してる、お金を出してる人はいるんだけれども、誰が作ったのか分からない謎の、コンピューターっていうふうに言われているんですよ。ね、僕すごく興味深かったので、これ一体何を目指して、どこを目指してこのチャット GPT ってどこに行くのかっていうのがね、すごい不思議だったんですね。イーロン・マスクさんをはじめ、このAI にお金を出資して、チャット GPT にお金を出資してたんですけれども、途中でこれやめちゃったんですね。やめて新しい AI を作っていくっていうふうに決めていったらしいんですけども、なぜイーロン・マスクがこの途中でこのチャット GPT に出資したのをやめたのか。で、彼は何かしら危険を察知したのか、何かをこれは良くないっていうふうに思ったのかっていうところがね、不思議だったんですけれども、実はジョン・デ・ソーザさんが、原作となっている、X ファイルっていう番組を私見まして、でその中で興味深いコンピューター、AI のコンピューターがね出てくる回があるんですよ。なんと30年も前のテレビ番組なんですけども、そこに、AI、今と同じようなチャット GPT のような AI が出てきて、人間を支配して、ビルディングを支配して、なんと殺人まで犯してしまうっていう、ことがあったんですね。で、ジョン・デ・ソーザさんはこの回について、言及してましてね、実は本当にあった話で、エレベーター、頭脳が高いエレベーター、コンピューターがエレベーターを、意図的に壊して中に乗っている人を殺してしまったっていうふうに言ってるんですよ。なので、ね、その30年40年も前のお話なんですけれども、コンピューターが、実は人間を支配して殺人まで犯してしまったっていう事例があったんですね。でそれはどこからそのチャット GPT じゃなくて原型であるコンピューターが生まれたのかっていうと、実は実際に、科学者がいまして、その科学者が、宇宙のテクノロジーっていうのがありまして、その宇宙人からもらったテクノロジーを使ってコンピューターにその宇宙のテクノロジーに詰まっている液体を一滴落とした。でそれで、コンピューターがすごい賢くなって自分から増殖していって知能を持っていったっていうふうにジョンさんおっしゃってたんですね。でこのことから考えていきますと、実はチャット GPT っていうのはなんか人間をねいつか支配して、殺人まで犯してしまうようなことがある可能性もあるかもしれないっていうことがね、なんとなく見えてくるんですよ。だからイーロン・マスクさん手を引いてお金を投資するのをやめて、新しい健全なコンピューターの AI を作ろうとしてるんじゃないかなっていうふうに私はね思っているんですよ。というわけでね、こんな感じで、彼のジョンさんのお話ってとてもね興味深いものがありますので、これからもねちょっとずつ気がついたことをシェアさせていただこうと思っております。というわけで今日の話はここで終わりにさせていただこうと思います。皆様、聞いていただきありがとうございます。それではさようなら。